実は基本ができていれば、ピッチ、ロールだけでヘリの機体を操作することは可能です。この動画はバトルフィールド2042ヘリコプターの超初心者講座編の解説動画です。PC、コンソール、すべてのプラットフォームに向けた内容となっております。以前投稿したヘリコプターの基本操作編の内容が難しいといった声にお答えして、今まさにバトルフィールド2042を始めたという方向けに動画を作りました。この動画はバトルフィールド1と5で航空機の日本世界ランカー発信元の解説動画で、私は普段ゲームの実況や雑談、解説系動画などをご覧のような動画を作っています。エースパイロットになりたい方は、チャンネル登録ボタンを押して、航空機の学校ゼロファイターアカデミーに入学しましょう。出席はグッドボタンで集計してます。出席していないと単位は上げませんよ。ということで、行きましょう。ゼロファイターアカデミー教官の橋本だ。今日諸君らにバトルフィールド2042ヘリコプターの超基本を教える。早速訓練に入っていきたいと思います。基本的な設定などは前回の超初心者編の、またその後はヘリコプター操作方法の初心者講座をご覧ください。前回の復習ですが、加速、減速、ピッチ、ロール、揚、前進、方向転換、正しいターンを教えました。今回も基本操作を学んでいきますが、やはり基本ができていないと上手くなった時の伸びしろが違うので、きっちり一つずつマスターしていきましょう。前進は前に傾けて加速で進みます。では、横に傾けて加速するとどうなるかというと、横移動になります。横移動の実践の動画を見ていただきます。最初は高度が高いところで練習してみましょう。障害物がないところでは比較的簡単な操作ですが、慣れてきたら道路やビルなど建築物を目印に飛んでみましょう。やはり実践ではビルの間を飛んだり、建物に沿って横移動するなど、これができるとプレーの幅が広がります。次に、プロペラを後ろ、つまり手前方向に傾けて加速するとどうなるかというと、後進、バックになります。この時注意してほしいのが、通常の三人称視点では後ろの様子がわからないので、地形をある程度把握した上でバックをしましょう。バックカメラも手段としてありますが、操作が煩雑になりますし、結構野良さばで建物に激突している人を見かけます。テール側、機体の尻尾の方は、地面や建物に対して当たり判定があるので特に注意しましょう。前回の動画で正しいターンとして紹介した旋回方法ですが、実は旋回方法にも種類があります。1つ目が基本旋回、レベルターンと、言われるものですね。メリットは小回りが小さくて、旋回半径が小さいです。デメリットは急旋回に比べて若干遅いため狙われやすいっていうのがあります。次に急旋回、一般的にスティープターンと呼ばれているものですが、メリットは速度を失わずに曲がれますが、デメリットとしては大回りになって旋回半径が大きくなります。特に建物が周りにたくさんある状態ですと、衝突の危険性があります。そしてこの基本旋回と急旋回の違いは、陽ですね。左右を向くをするかしないかです。基本旋回はピッチ、ロール、陽の3軸の動きを使いますが、急旋回はピッチとロールの2軸の動きだけで、操作が可能です。実は、基本ができていれば、ピッチ、ロールだけでヘリの機体を操作することは可能です。実際にピッチとロールだけで曲がった道路の上を飛んでいるクリップがこちらです。コントローラーの方の右のスティックの動いていないのを見ていただくとわかるんですが、用を使っていませんね。ですが、上級者でこれを意識して使い分けている人っていうのは、ほぼいないと思います。シーンによって、基本旋回気味に入力したり、急旋回気味に入力したりして、それはプロペラの傾きを見ればそれがわかると思うんですけども、つまり状況に応じて建物が周りにあるから、用を入れて、小回り効いた操作をしようとするのか、旋回するスペースがあるので、高速のまま旋回したいから急旋回をしようといったことを無意識にやってると思います。次にホバリング、高度調整ですね。に関してですけども、メインの操作は加速、減速で、バトルフィールド2042の癖としては、ワンテンポ遅れて動きに反映されます。これに関してはもう慣れるしかないんですけども、ある一定の高度に保ちたいときに、例えば少し上昇するために加速した。そのままだと、機体は慣性で上に行ってしまいます。その狙った高度よりも上に行ってしまうので、なので、自分の狙った高度になったら、少し
減速を入れてあげて調整します。で、この時のコツはカウンターを当てるタイミングですね。その上昇、加速して、調整のために減速入れる瞬間の、カウンターを当てる時に、狙った高度になる少し前に、カウンターの速度調整をするとホバリングができます。次に、着陸のポイントですけども、ポイントは機体を水平にすることです。で、特にテール側、お尻の方はヘリコプターにとっては弱点で、地面だったり建物と触れるだけでダメージ判定があるので注意します。三人称視点でホバリングができれば、あとは慣れですね。で、攻撃ヘリや輸送ヘリ、ハインドとかは、ちょっとお腹側のダメージの判定が弱いので、車輪が出てればいいんですけども、車輪が出てない状態でいっちゃうと、ダメージが入ってしまうので、特に着陸の時は高度調整に気をつけます。で、今回の検証では、ナイトバードでしっかり水平を保っている状態で、30メーターの高さからフル減速で降下しても、その降下してこう、もうドーンと着陸してもダメージはありませんでした。ただし、テールを少しね、こうお尻をこう、地面に触れるような角度で行ってしまうと、その30メーターっていう高さからでも、もう死んでしまう、もう機体が爆発してしまうような感じでダメージが入ってしまうので、水平っていうのが非常に大事です。で、最後に、ヘリの動きを、止めたい、その前進してて止めたい、停止したい場合、例えば建物があって、そこの近くまで前進して、その手前で止まるといった動きがしたいときに、そのまま前進して機体を水平に戻しても、やはり先ほどのですね、感性が残っているって話があったんですけども、感性が残っていて、機体は前に進み続けようとしてしまいます。車のように、ブレーキがついていないので、どうするかというと、最初に教えた更新バックをして停止の直前に入れます。これはもう速度、バックを速度調整、前進に対して、カウンターとして後ろに向く力を入れて、ブレーキするっていう動きになります。そしてここまで、基本操作を学んできましたけども、今回の、前回の動画と今回の動画を学んだ後に、一つ、訓練としてやっていただきたいのが、グラウンドリファレンスマニューバーズですね。というものをやってもらいたいと思います。これは実際のヘリコプターとか航空機の、パイロットの、訓練にも組み込まれているもので、どういったものかって言いますと、グラウンドリファレンスですね。つまり地形を目印にしてマニューバース、軌道、機体を動かす。つまり地形、建物を目印にして、それに対してこう沿って飛んだりとか、その、中心にして、ぐるぐる回ったりとか、そういうことをやってもらいたいです。で、これの何がいいかっていうと、自分の機体の動きを把握しながら飛ぶので上達が速くなります。つまりその上空でね、どんな動きしても、障害物とか特にないので、なんとなくこう操作できているような感じになってしまうんですけども、実際にその例えば道路とか、建物の間を飛ぶみたいな行った時には、その思った通りのルートを飛ぶ必要が出てきます。そしてやはりこの基本の操作ができていないと思ったルートを飛ぶことができないので、初心者さんの方はこの自分の思い描いたルートを、地形を目標に飛ぶということで練習して、それが非常に上達に対する近道になります。さて今回は超基本操作である横移動、バック、基本旋回と急旋回の違い、ホバリング、着陸、グランドリファレンスマニューバースを教えました。次回はこの基本操作をベースにより実践的な操作を解説したいと思います。エースパイロットになるための考え方、戦術、ゲーム内の設定方法から最適な平均運用の方法を見逃さないために、ここまで見ていただいた方はありがとうの意味を込めて、ぜひチャンネル登録してゼロファイターアカデミーに正式に入学してください。バトルフィードでは歩兵だけでなく戦闘機やヘリも乗れると、プレイの幅が広がると思いますので、ぜひ乗ってみてください。グッデイ。